はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのは、プティサレ・オ・ランティーユということで、こちらの料理なんですが、まずですね、こちらのご紹介をするにあたり、まずプティサレの塩蔵の塩豚ですね、塩豚の作り方のプティサレをまずご紹介した後に、料理の方のプティサレ・オ・ランティーユの方をご紹介したいなと思っております。はい。で、こちらどちらの地域の料理なんですかということなんですけども、せーの、ドン。はい、こちらですね。フランスのオーベルヌ地方というところの郷土料理になりますね。はい。で、こちらのですね、大体この真ん中ぐらいの地域が、ピュイっていう、地域になるんですけども、このピュイ産のですね、レンズ豆、ですね、ランティーユベルトっていうですね、緑のレンズ豆をちょっと使わせていただいて、作らせていただきますので、早速ね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思いますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。でいきますよ。せーの、ドン。はい、ではね、まず、プティサレ塩蔵豚肉ですね、塩豚の方からご紹介します。こちらですね、あばらの部分になりますね。こちらも筋がありますので、これを取っていきます。まずね、このあばら骨が入っていたところをこの字になってますので、まずそこのね、側面を切れ込みを入れていきます。で、ここのところをこうくるっとね、回すようにこの字に取っていきます。で、適度な大きさにカットしていきます。今回は4等分にさせていただきます。で、それをですね、ペーパーにしっかりね、くるんで、で、くるんだ後に、1日放置して、水分をしっかり抜いていきます。これ結構大事な作業になってきます。水分を、表面の水分を抜くっていうのと、あと臭みを取るっていう意味合いで、この作業は必ずやっています。使っているペーパーは超吸水キッチンペーパーというものを使ってますね。で、これが1日経ったものです。もうしっかりね、ペーパーの方が水分吸い取ってくれてます。こんな感じですね。で、表面もね、水分しっかり取れてますので、締まった感じになりますね。で、今からこれに、こちらですね、テンダライザーっていう道具になります。ない場合はですね、なかなか持ってる方いらっしゃらないと思うんですけども、フォークとかで、こう、バーッとね、刺していくような感じで、私はですね、もうとにかくこのプティサレという作業をよくやってるので、このテンダライザーというものを使って、筋をね、切っていってます。実はこれですね、結構イノシシのロースとかやるときもこれ私使ったりしますね。で、今から塩と粗挽き黒胡椒を振っていきます。で、計量しまして、で、計量したものに対してのパーセンテージで塩と砂糖、そして黒胡椒を振っていきます。分量に関しましては、概要欄の方に細かくパーセンテージも記載しておりますので、そちらご確認いただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、今黒胡椒ですね。砂糖、塩、黒胡椒としっかり振っていきます。で、それをラップにくるんでいくんですけども、この時にローリエを置いていきます。ベイビーフってやつですね。で、こちらを置いてもらって、で、ラップして、冷蔵庫で3日ほど入れておきます。こちらですね。で、3日入れて、そこからラップを剥がしてですね、冷蔵庫の中で網バットの上で、5日間ほど乾燥させたものがこちらになります。これでプティサレは完成になります。
で断面はこんな感じですね。もうしっかりね水気も抜けて、で、こんな感じでしっかりもう身も詰まりましたので、これがもう最高のプティサレになりました。はい。で、保存する場合は、ラップでくるんで、保存していただくか、保存して冷凍していただくか、私が推奨するのは真空パックするの方が最もこう安心して、冷凍できるなっていうことになりますね。で、今から料理の方を仕上げていきます。まずこちらプティサレ、ご用意ください。で、こちらですね、玉ねぎとセロリ、人参、そしてニンニクになりますね。で、こちらフォンドボライユになりますね。で、こちらがレンズ豆ピュイさんのものをご用意してください。で、こちらローリエとタイムですね。で、黒胡椒のホールと、あと右側はこちらクローブになります。丁子なんて日本語では言ったりするスパイスになりますね。ではセロリの表面のね皮を剥いていきます。こんな感じでこうね、剥いてっていただいて、で、この大きさでしたらちょっと3等分ぐらいにしていきます。で、それをですねだいたい1センチ角ぐらいのイメージでカットしていていただければこんな感じですね。で、人参の方も同じように1センチの角にしていきます。皮を剥きまして、でこっちのね、芯の透明なところは取っていきまして、で、ここから1センチの角切りにしていきます。で、皮とかですね切りくずも今回はしっかりね使っていきますので必ず取っといてください。で、玉ねぎも輪切りにしていきます。で、まず真ん中の芯のところは別で取っておきまして、これ別で使います。で、外側のところを1センチのサイズにこんな感じでカットしていただければ OK です。ニンニクはこんな感じでガーンと潰していただければ OK です。怪我しないようにだけは気をつけてください。で、プティサレです。こちらのお皿に盛りますので、そのサイズに合わせてちょっと今からカットしていきます。こんな感じですね。ではクローブを玉ねぎに刺していきます。こんな感じでね刺していただければ大丈夫です。で、こちら切りくずなんですけども、人参の頭のところはもうこちらは処分してもらって、それ以外のものはちょっと使います。でプティサレを鍋に入れて、で、水につけていきます。これはですねちょっと塩が強めだったりするので、一回ちょっとここで塩抜きという意味で、ここでだいたい1時間水につけさせていただいて、で一回取り上げます。今回のパーセンテージはそこまで高くないので1時間ぐらいなんですけども、塩分量を上げる場合はもう少しちょっと浸水時間を長くしたりすることはありますね。で、一回水を捨てていただいて、そこにプティサレを入れて、でフォンドボライユかぶる半分ぐらいの量で結構ですので入れて、そこから水で入れていきます。しっかりねかぶるまで入れていただいて、でそこにクローブを刺した玉ねぎを入れていきます。でそれとこの皮とかもろもろの切りくず等々を入れて、で黒胡椒入れていきましょう。一旦ここで火をつけます。で沸いてきたところでね、アクがあったらそれはすくってあげてください。で火を弱めて、でここからゆっくり火を入れていきます。
で、その時にローリエとタイムを入れて、ここから約2時間ぐらい火を入れていきます。落とし蓋なんかもしてあげて、で、水がねちょっと減ってきたなと思ったら差し水をしてあげてください。で2時間経ったのがこちらになりますね。もうね竹串もスッと入ってきますので、はい。で一度冷やしていただいたのがこちらですね。一晩一回冷やしましたね。冷やしまして余分な油もろもろをねちょっと取っていきますので、ここで、ローリエとかタイムは全て取っていきます。で一回肉は逃がしてあげまして、でこちらをですね一回ちょっと軽く火にかけます。油が溶ければいいぐらいなので、こんな感じになりましたら今からこうやって、きれいにねこしていきます。で、こうしましたらプティサレを戻してゆっくりね温めて火を入れていってください。で、今はね別鍋にバターを溶かしてニンニクを香りを出していきます。ちょっとね端っこの方に寄せて、ゆっくりねニンニクの香りを出していきます。で香りが出てきましたらこちらね、玉ねぎまず入れていただいて軽くね合わせていきます。でセロリ入れます。で人参も入れていきます。で、レンズ豆はですね、一回こういうちょっと粗めのざるに入れていただいて、で軽くゆすいでください。砂がですね入ってることがありますので、付着してることがありますので、それをですね一回洗って落とすっていう意味合いがあります。でそれを鍋の中に入れていただいて、で軽くまずね合わせていきます。で合わせていただいたら今プティサレを煮ている煮汁を入れていきます。もうこの煮汁はね今最高の味になってますからね。それをこのミルポアとランティーユが吸っていくっていうような料理ですね。ここはね豆が結構吸っていきますので、しっかりね煮汁の方は入れていただいて OK です。でまだ塩は入れないでください。ここではまだ入れません。理由はですね早い段階で入れてしまいますとレンズ豆の方がちょっと硬くなってしまうんですね。ですので、まだこの段階では入れないでまず10分様子を入れます。その前にねちょっとタイムを入れて、そこから10分で10分経ったところで1回ここでランティーユがどれぐらいのね硬さになってるかちょっと1回食べてね感触を見ます。で食べた感じですね、あと5分ぐらいで、食べ頃になるなっていう感じでしたので、で、3分前ぐらいになったらここで、ニンニクとローリエ外していきます。あとタイムですね、タイムも外していって、ここで初めて塩と胡椒を入れていきます。だいたい仕上がる3分前ぐらいにですね塩胡椒をするっていうようなイメージはレンズ豆は持っていただいた方が結構かもしれないですね。でこれでだいたい15分ですね。普段はこうやってタイマーで測ることはないんですけども、ちょっと分かりやすくタイマーでやっております。必ずね私はレンズ豆に関しては逐一硬さを見て、仕上げています。で、こちらプティサラの方もいい塩梅に温まりましたので、もうプルプルして美味しそうですよね。でそれをカットしていきます。いやー最高ですよね。この断面です。最高ですね。ではドレッセです。もうねここで、レンズ豆はね容赦なくいっちゃいましょう。もうここでケチる理由は一つもありません。でもうドーンとね置いていただいて、
これです。この粒マスタードがもうこのね、料理のもう決め手ですので、これもね、たっぷりつけてあげてください。で、普段はですね、このクレソンをつけることはないんですけども、今回はね、ちょっと彩りでつけさせていただいております。実際に食べた時もクレソンの辛みがあって、私は結構好きなね、組み合わせだったりします。では、こちらがティサレオランティーユでございます。いかがでございますでしょうか。柔らかいや柔らかいな。いやすごい。うわ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 。こっちですね。やっぱりこのプティサレっていうもの自体がものすごいこう旨味の塊みたいなものなんですよ。でそこから出た煮汁と、フォンドボラ油をこう合わせてこうゆっくりで柔らかくしていって、でその煮汁でこう煮たレンズ豆、最高ですね。でこのレンズ豆なんですけども、ちょっと食感が残るぐらいの感じの方が僕はちょっと好みなんですけどね。結構クタクタにしてしまう場合もあるんですけども、どっちかっていうとこうちゃんとこう粒がね感じるような感じと、このプティサレのこうホロ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 ってこう溶けるね、このコンストラクトがすごく美味しくて、でそれをこう締めるようにこのマスタード、粒マスタードでこう締めてこうギュッとねまとまりをつけていくっていうのもすごい印象的な味わいですよね。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。プティサレオランティーユのご紹介でございました。で、今回ですね、ご紹介いたしました、こちらのプティサレ、塩素肉の方ですよね。こちらですね、以前ご紹介しました、せーの、ドン。はい、こちら、スープノルマンディでも使わせていただいております。はい。で、今後ですね、私がいろいろ皆さんにフランスの郷土料理をご紹介していくときに、このプティサレというものはかなりの頻度で出てくると思っといて、いただけたらなと思います。ですので、もしね、作り方とかをもう一回ね、学び直したいっていう時は、こちらの動画を紹介 URL として、貼らせていただきますので、ぜひぜひね、覚えていただけたらなと思っております。はい。でですね、こちらのね、もう、レンズ豆ですよね。もう、これがね、ちょっと食感残ってるぐらいで、もう食べていく時のこの、もう最高なんですよね。はい。もうこのホロホロっと溶けるこのプティサレと、ね、ちょっと食感のあるこのレンズ豆のこのね、もうマリアージュが最高で、ちょっと白ワインとかあったらちょっとね、止まらなくなっちゃうんですよね。で、こちら、ランティーユ、レンズ豆、なんですけども、今回ね、緑レンズ豆の方を使わせていただきました。で、赤レンズ豆とかじゃダメなんですかっていうことなんですけども、基本的には、ピュイさんの、緑レンズ豆がスタンダードではあるんですけども、全然赤レンズ豆で作っていただいても結構です。ただ、レンズ豆、赤レンズ豆ですと、ちょっとね、ホクホクっとしたような食感になったりしますので、そこだけはね、ちょっとね、違うよっていうところだけは覚えておいていただけたらなと思っております。もちろんね、赤で作っていただいても色合いもね、綺麗に上がりますので、ぜひぜひね、そちらの方も楽しんでいただけたらなと思っております。皆さん、粒マスタードは絶対いりますんでね、つけてくださいね。ということでね、以上が、プティサレオランティーユでございました。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。